バツ、あ、これでかいか。あ、よっしゃ。あ、これでかいちゃう。ナイス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 。長い。はい、おはようございます。今回はですね、なんとロケ地を決めていませんでしてはい、琵琶湖ということになりました。マイホームです。でですね、今6月末、6月末というと、本来すごいこんなね雨が降って、保流量が高くて水が動いててトップウォーター最高みたいな、そういうイメージの時期なんですけども、実はこの雨久しぶりです。放流量が落ちて、15トンになってしまって、でそれが今ちょっとだけ50トンぐらいまで上がったみたいな状況なんですけど、ぶっちゃけむちゃくちゃ中途半端です。幸いにも今日雨なんで、魚を探しながら釣っていけるかなということで、正しいアプローチを決めれば、全く釣れなくはないと思うんで、なんか釣れると思います。はい、頑張ります。はい、朝一番、ここは、天神川河口ですね。はい、マットがある頃はものすごくフロッグで釣れてたんですけど、今年そんな感じじゃないです。もう水面直下にウエドあるみたいな感じで、なぜここにしたかというとですね、琵琶湖南港を大きく見ると赤縫いとかおろしもとかみたいな感じでブワーって広がっていく手前のこうなんていうの、一見グッて細くなった名残のあるエリアなんですよ。トップウォーター、前半時期は結構唐崎とか南エリアが僕好きなんですけど、放流量落ちるとあいつらぼやけて沖に出ていっちゃうんで、ちょっとつかみにくくなる。逆にこっち側はまだ流れが効いてる状況なんで、岸寄りでもしっかりウィドがなびいてて隠れる場所があるっていう、こういう状況なんで、北エリアをまず中心に朝は狙っていきます。どこに魚固まってるのかわからないんで、こいつバズジェットマグナムですね。表層最強やと思います。この時期ね、結構何気に魚頭いいんで、何でも食うわけじゃないんですよ。割と表層とか浮いてるもんじゃないと見切っちゃったりするので、しかもちょっと今ビフが残ってる状況でポッパーとかはちょっと辛いなという感じなので、このチョイスですね。こいつは結構多少荒れてても出ちゃうんで、しかもこのローライトパワーですね、あると思います。どうしてもね、ワームとかで水中に落としちゃうと、よっぽどベイトとマッチしてない限り見切っちゃうんですよ、でかいやつほど。トップで出てええなーみたいに見られがちなんですけど、実はトップをやらざるを得ないんです、シャローマン的に。表層だと、はっきりと認識できないんで出ちゃうっていう、そういう仕組みの生き物なんで、バスででかいやつほどトップに弱いと。シャローに残ってる魚っていうのはおそらくギル食いたいやつらですね。ギルネストは結構まだあるんで、このパターンにうまくはめれたらなと。魚の難易度的にはものすごく高いです。結構いろんなトップウォーターあるけど、やっぱポッパーとバズジェットっていうのが僕的に、琵琶湖トップウォーターの中では、特に今時期に関してはトップ2かなと思っているアプローチです。ちょっとウィードちょいちょい絡んでくるな、うっとしなぐらいがちょうどいいですね。一番出るパターンです。釣る前から喋りすぎや。ちょっと待って、今この風やったらでも普通のノーマルバジェットでいけんな。これ結局使い分けは、水深が深ければ深いほど、風が吹いてれば吹いてるほどマグナムの方がいいんですけど、ちっちゃい方ね。ちっちゃい方って言っても普通のバズジェットやけど、バズジェット系はですね、共通して言えるのは、一番釣れる使い方、動く範囲でゆっくり巻く、以上です。
これ以上ゆっくりやったらもう尻尾振らんようになるなっていうぐらいのスピードで一定スピード巻きですね。テロ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 ってこういう感じで、結構もう出へんかなと思ってピュッて回収しちゃう人いるんですけど、まあ、特に船乗ってる場合、まあ、琵琶湖、足元までやった方がいいです。絶対になるべく襟踏まないように。これかなりコツです。この辺からあともう回収しちゃう人多いんですけど、一番よう出るのはここら辺です。バーンってなんで足元まで大事にしましょう。ここから先ね、千人ものジャングルみたいになってるんですよ。あんまり濃くなりすぎると通しづらなんやけど、この辺はちょうどいい具合にルアー通せます。出ますよ。出ますよ。オッケー、出た。よっしゃ。よし、ナイス。オッケー、でかいでかいでかい。おっしゃおっしゃおっしゃ。ナイスナイス。おとなしく出た割にサイズやで。おっしゃおっしゃおっしゃ。おっしゃ。うい。朝一作戦成功。うい。往年の名作バズジェットです。バズジェット朝一ものにしました。ちょっと細いでしょやけどこういうやつギル食いたかったんですよ。いやバズジェットこれ何年前の作品や琵琶湖言うたらバズジェットです。63.5 もうちょいないかな思ったけど、はい、ありがとうございました。あと1頭だけこう右サイドの出て、やっぱ結構どっしゃろおるなこれ。しかもでかいんちゃうこれ。でかいんちゃうこれ。まあまあ悪くない悪くない。ドアサイトこんなこれディスタンス取らんとちゃんと食い込んでくれへんっていう話っぽいですね。はいはい、梅雨のバジェットでした。まだ結構魚出入りしてる感じですよこれ。そんなに黒くないでしょこの魚体。これ大体あれですね、沖を普段フラフラしてて餌探しついでに入ってきたって感じの魚です。キャスト、はい、沖行ってもベイトあんまおらへんからそのままシャロに残ってるタイミングなのかな。台風一発で変わりますよねこれ。今出たよ。遅いやん。びっくりした。今出たな。そうなんですよ。出る思ってへんかったです。これ真面目にやった方がよさげやな。ここちょうどね、まだついてんじゃんこれ。これついてないかな。分かりづれえローライトやから。フローティングブル。びっくりしましたね。ここちょうど三筋の上がり口なんですよ。あいつジュニアやったら来るんじゃん。ジュニってみますかちょっと。ブルシュータージュニアフローティングモデルで、ただ単に食い込まんかっただけっぽいんで、今そこまでプロファイルでかくなってもいいんかもしれないです。ぶっちゃけいつも大体6月と7月頭ぐらいはジュニア A を使うんですよ。それ以降はちょっと魚のレンジもちょっと下がってしまうんで160じゃないと引いてこれないという考え方ですね。2回はやらへんわみたいな状態かもしれないです。
あ、やるやん、こいつやるやん、おるやん、こいつか、ややこしいな。オッケー、ちょっとねカッパを脱ぎます。熱い。さっきやってたのもベタベタの岸沿いラインやったんですけど、沖側にも反応が見受けられたのでマグナムです。はい、多分これじゃないと見つけてくれないだろうという僕の読みです。ちょっとね、沖側にさっきからアユがピチャ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 やってるのである気がします。これやったら乗らんってあんまないですよね。たまにあるけど基本リザーバーの難易度なんですよ。この浜片田、名鉄までの間の魚、なんか濁ったとかなんか変な拍子にこうですよね。あ、うっさ、あ、これでかいちゃう。あ、そうでもないか。一段手前出たで。一段手前。おおおおおお、マグナムで出たで。おおおおおおお、よいしょ、ナイスナイス。やっぱバジェットなんですよ。マグナムだろうが普通のだろうが。イエーイ。まあトップ出るうちに出しておきましょう。はい、一段深いとこはマグナムということらしいです。烏丸半島でございます。前適当沖と呼んでたんですけど、実はちょっと最近適当じゃないとこをちょいちょい見つけまして、ちょっと目で見える範囲でやっていってみたいと思います。あるわ、いっぱいある。おお、ボイルしたやん。風やめてや、マジで。オッケー、ナイスナイス。マットできかけてる。あそこちょっと右側あるの、ここめっちゃ出るんですよ。これもう1個だけカナダもボカーンってパッチになってるし、あれこれの横、ここでチャーンってやってパンやって、もともとあんまベイト絡んでる感じないですよね。少しさらに沖側に出てきて、東岸のアウトサイドエッジです。で今ややこしいのがですね、シャロのあんな水深1メーター未満にも魚いるし、こっちにもいるんですよ。で全部魚薄いんで、一回カリーテール入れてみますね。マックステントはキングテールで、ちょっとね今なんていうの、柱みたいなのがボカーンってなびいてるとこ見つけたんで、ちょっとだけ入れておきます。もう全部やりだすときりないんで、見えるやつだけ打ちます。今のボイル、それで食うたら驚くけどね。マジけって言うと、ちょっと風出てきて、どうしたもんかなということで、まあクランク巻くとかそういう選択肢もあるんですけども、ちょっと雨濡れたないなということで、ゼゼまで来ました。このおみ橋より下側は7ノット以下です。なのでこういうでかい船でバーンって走ったら想定所があって、こういうカヌーみたいなやつね、あれやってはるんで、引き波立てると転覆事故とかの恐れがあるんで、この下はゆっくり、これルールです。で
プラス東側にある、赤白の手中がポンポンポンって立ってる想定場があるんで、あん中ボード侵入禁止です。だから厳密に言うと50メーター以内に近づいちゃダメ、侵入禁止で、おかっぱりも禁止です、あっち側なんで、僕は西側、今まさに南西風なんですよ。南西風ってこうちょうどね、浜松の1号線通ってる辺りからこう扇状に広がるんですよね。で北エリア行くと結構南風なんですけど、こっち側来ると西風に変わります。なんで西風がブロックされる条件って言ったらここなんですよ。他のとこめっちゃ荒れてるやんみたいな時でもここはトップで出たりするという、素晴らしいポイントです。あと観光船通ったりもするんで、航路になってるマーカーの真ん中とかステイしちゃうと、それも航路妨害になっちゃうんで、その辺ちょっと気を使いながら余計にお互い譲り合いをしないと危ないエリアなので、気をつけながらやっていきたいと思います。ちょっと風出すぎ。めっちゃええことしてるにもかかわらず出ないですよね。そうなんですよ、釣れる気してないです。今誠意のキャストを繰り返しております。もうね、編集長にやれやれ言われるから来ましたけど人のせい出ないので、エビもパッチを打ちます。いやトップで釣りたかった。いや出るっしょ。このね、張り出しの濃くなってるところの手前側に落とすのがこうガッてなびいてる一番濃いとこ、シェードが濃い部分ね、ピンって立ってるやつよりも食ったな。解説は後やはい、なびいてるやつの方が立ってるやつよりもいいです。ちょっと待って落ち着いて。ちょっと手前ね。手前結構伸びてんなおい。中フリップしたね船中フリップしたね。ちょっとカーリーテールとかそういう系でゆっくり落としてみたんですけど、いまいち反応出ないんで、今度は去年の夏大活躍したリグですね。これパワーグライダーのビフ的、バックサイド用とは僕言ってなくて小向けでもいいんですよ。で、テキサスの 7g ですね。でビフ的なんですけど、少しだけこうやって、浮き止めからちょっとだけ離してやる。浮き止めをほんの少しだけ離してやった状態で使うとこうしっかりグーッと引き込んでいってくれるんやけど、まだかろうじてちょっとグライドが残るんですよね。でこれ結構これぐらいの前半時期のウィードパッチ打ち、カナダモドーム打ちにおいては結構反応すごい良くて、ウィードのシェードですねにペタッといるんやけど、まだちょっとボトムより浮いてるっていう時にストーンって1オンスとかで落としちゃうと食わないんですよ、かえって。でこれでこうちょっとタイムラグを持たしながら落としていくイメージで、ちなみにもう僕これに関してはもうグーって向こう側に持っていくとは限らないじゃないですか、食った後。特に浮いてる魚って結構どっち走るかわからないんで、気持ち的にはウィード越しなんで、こうグーって持っていったと思ってもこっちに走ってたりするんですよ、ウィード越しにこう。なんでもうそういうやつでね、思いっきり合わせても乗らへんことあるんで、なるべく合わせが効きやすいように僕は PE 仕様です、これやるとき。で針は流儀の TC の50に TC キーパーっていう組み合わせで、もう重くそ合わせても針に伸びないセッティングですね。これでこうウィードの柱を目視しながら打ってます。こういう感じね。ちょっと糸を目に出してやって自然にフリーフォールさせてやるっていう、これはもうヘビ的の時と一緒で、途中でフォール中にライン張るって一番最悪なんで、もうスルッと落としきるっていうのがコツですね。逆にもうちゃんとこうやって糸さえ出して落としてやれば勝手に食うてるんで、こういう感じで、ちょっと風収まってきたからそろそろ出れるかな。なんか夏の風の吹き方みたいな変な吹き方やな。6月末の琵琶湖ということで、正直
トップだけやったらええやろぐらいちょっと甘い気持ちで挑んできたんですけど、今でこそ雨降ってますけど、これしばらく降ってなかったんで放流量がどんどん減っていって、今日は50トン、要するに水があまり通ってない状況で、今結構全体的に適水温なんでどこに魚いてもおかしくないっていう実は難しい時期なんですよ。でそんな中で、やっぱりね僕的にはトップウォーターですね。まずこれはバズジェット。これは割とサーチがてらサーチしつつもなんていうのでかいのも出していけるし、水深にレンジによってバズジェットとバズジェットマグナムを使い分けるっていうイメージで、タックルはワンコーストリフターにレボエリート8でフロール20ポンド、この組み合わせですね。でもう一つがこちらパルスポット。こんなちっちゃいボディやけどでかいの出ます。これはもう割とギルとか水面にプチプチって浮き出してるなとか、もういかにも水面やなっていう時になるべくネチネチ時間をかけたいっていうイメージのもので、これはアウトクロス、ちょっと短めのロッドに、同じリールラインのセッティング、エリート8にフロー20ポンド、相手のフロールです。ポッパーやるときもで、奥の手こちらブルーシューター160のフローティングモデル、浮いてこへんな、水面まで出てきてくれへんな、プラス結構ギル探してるなっていう時に、水面荒れててもこれはいけるっていうのは一瞬クッと見せて、うわギル来た、浮いていったっていうこういう動きですねを出したいっていう意味合いで、状況によってはジュニアと使い分けてるんですけど、フローティングで使う時、ハイフロートで水面まで浮かべて、結構魚探していきたいなっていう時はこちらの方が効率的ですね。今ちょっと濁り入って割とシンプルに食ってくれるなっていう時は僕はジュニアと使い分けてます。これはヒュージ76に、ブラック6ですねに、25ポンドのフロロっていうこの組み合わせです。で、ここからが、ちょっと趣向を変えていく形で沖の釣りですね。今回はちょっとローライトっていうのもあるし、まだ言うても魚がそこまでシェードにこだわってない感じがするんで、あまりボトムの釣りは対応してないんですけど今回、ただストロングですやっぱり、これはビス的ですね。まだそこまでウィード濃くないんで 7g に、マックステントのキングテール40のインフィニで、リールがエリート8にフロー20ポンドサーオブシュバイバーです。このセッティングと、あとはさらに濃いウィード用、結構細かいです僕この辺は。もう目視してウィードの柱をバンバン打っていきたい。割とこのキングテールはキャストで使う用で、こいつは打つ用です。パワーグライダーのこれも 7g ベース的ですね。でこれをウィードの中にスルッて入れていくイメージ、こういう加減かけてスルッて入れていく。こういう釣りをするときは、もう結構直打ち仕様なんで、僕はもうなるべくでかい50の TC 絶対曲がらないやつに PE っていうセッティングです。でこれは72のプロトタイプ、ブッシュバイパーでもいいんですけど、72のプロトタイプのサイドワインダーに、リールはブラックナインで PE の、55ポンドを使ってます今で、最後にロアパワーですね。これも深くなくても、3メーターぐらいから下バンバン効率よく探っていきたい、かつスピードで騙したいっていう時用のイボキ 4.0 です。これもねギルが沖にちょっと出だしたなってなる、もしくはハス絡んでなってなったら、もうともにストロングです。これであかんかったらあかんやろって思ってるぐらいなんですよ。まず第一にもうスピードが出せる、ブワーって思いっきり全開で負ける、でウィードに隠せる、でほぐして浮かべれる、またいけるっていう、もうこの弱点的なものも全て網羅してしまう。でかつフォルムがでかいんで結構寄せてくるんですよ、でかい魚を。で見失わせるっていう、クランクのベーシックな性能にビッグウェイトのパワーが乗っかっちゃってるっていう状態なんで、クリアウォーターでも全然釣れるクランクなんですよ。でタックルはフェルデナンスに、ブラック6ですね。ブラック6に関してはね、ほんの気持ちつらいパンパンまで糸巻くんじゃなくて、ほんの気持ちちょっと少なめぐらい。今日あえてもう20ポンドにしてるんですよ。20ポンドでも全然ラインキャパ足りるんですけど、ほんの少し少なめに巻いておくと、要は実質ギャヒ5と変わらんぐらいちょっと巻くの楽になるんで、っていう感じのタックルセッティングで挑んでおります。
みんな大好き金川沖。ぶっちゃけまだ早いです時期ちょっとだけでもちょっとねインサイドどんどん水悪くなってくるんで、ひょっとしたらもういけんじゃねえかという行きたいです。とりあえず高速でウィードに突っ込ましてほぐす。ちょっと早くギル入ってきてほしいんですけどね、まだそんな感じがないですね。結構高速リトリーブであれうちはあんま見切られないですよ。ルアーあんま見せないんで、なんでワームあんまじわじわやって見切らせるぐらいやったらこれで釣り切った方がラッシュが長続きするんで、なんでとりあえずウィードつくまではなるべく全開、ああしんどーっていう頃にウィードつくんで、ベイト入ってる時やったらこれでダーンって食ってまうこともあるんですけど、でこうやってほぐして、ちょっと船進んでいくやったらこうリール巻きながらでもほぐれるまでちょっとしつこめに、パンパンやるよりこっちの方がこれやってる最中に食うことあるんでゴコンってで外れたらちょっとだけ止めてまたうまく OK。 ちょっと KKR のミオ筋絡みをブルってみます。地形変化として、流れ当たる面側に位置するのが KKR のミオ筋。ギルどこにいるん？ちょっと水通ってへんこれ。気持ちいい。気のせい。送った。バルミエバイトがあった。うわでかくそほんまに。見えた？おーガーですわ。ガッシャン食いに来てもう一回食いに来よったんやけど2回目食わへんかった。ちょっと一回置いときましょう。これでかいのおるやん。これおるやん。ちょっとだけ忘れさせます。あいつには。でこっちにもごっついエビのパッチがありまして、そこの上をホッパーで通してみます。何やかんやでインサイドですね気づくの遅いですけど、それはそれでちゃうんですって。難しいですよね。ギルですか。ちょっともう豪快に上通っちゃいますわ。ちょっと究極のアプローチですけど、ギリギリのとこ上浮かべて置いとこう。パッチの上。なんかいた。カメか。バスやってっけ。マジか。よっしゃ。よし。ナイス。お二度食いさしたで。よいしょ。ほい。なんかおった思って掘ってみたんですよ。出ました。イエーイ。やっぱギルパターンでかいですね、魚。はい。やっぱシャローおもろいですねずっとこれやっとけばよかったと思ってるんですけど、今なんだかんだでインサイドにこういうのが分かりやすいところにいてくれますわ。はい。長いギャンビラ、
あるんじゃこれジャストぐらいちゃう。ジャストやった6っちゃいました。やっぱねフローティングが肝でしょ。今の乗り方見たっす。下からキャンっていっとる。よっぽど取り合いしとったらいいですけど、一匹一匹大事にするんやったらできるだけハイフロートで壊したいんですよね。下からボスって言わすと食い込む率大幅アップなんで、一回失敗させてもあそこでギャンとかやってもらうと結構もったいないんで、僕はいつも一回グッて巻くんですよ。グッて巻いて乗ってないって思ったらもう一回浮かべてやるんです。そしたら向こうもあ逃げられたっていう感じになってるから。ボスやってけマジか。ボスやってけマジか。よっしゃよしナイス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 。もちろん深いレンジやるんやったら板盛り張ってスローフロートにして中層でやるんですけど、もうこんだけ魚水面に近いところにやったら浮かしちゃった方がいいですね。そうそうそう。マジかこれやっばいなこのパッチ。やっばいなこいつ今2匹で取り合いようと。マジでまだ色もんかった。うわまだおる。うわちょっと待ってマジやばいよこここれになんでそんなおんねん。やっぱこうウィードの裏側からふんって上げたらスイッチ入りを出す。天気が崩れるその時、その瞬間、雨パワーこれ雨パワー。シャシャはい第3目まだおるっちゅう話ですね。おっしゃおっしでかい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 。うわでもパツやんけこれバラしたねバラしたね。うそほらほらブルーシューターやばいハマりだしたらやばいまあちょっとサイズダウンしましたけどね、やばいでしょブルーシューター。さっきまでそんなテンション違ったけどやばいっす。はい116でした。はいはいはい行きます。連発。あこれでかいかも。なんやこれエビモに入ったんか。はいなんかついてるか。おおあそうでもなかったな。ちょっと待って一応ネット行ってきます。どんなかかり方してるか分からへん。糸目やったで今はい群れ入ってますわ。はいはいノーコメント。だからこれ濁流いってまうな。ちょっと早めに仕留めにいた方がいいな。それよりそいつやね。この境目におったっす。ほらあくっそくっそ今のでのなんかわくそチェックショーめっちゃええ出方だった。見たことのないサイズをあなたにお届けします。ここオッケー。よっしゃそんなでかないか。今完璧なとこ入ったな思ったら食いましたわ。よいしょよいしょよいしょ。あやばいバレそう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 。ういっと完璧なコースでしたわ今のエビモの一番先端。
はい、これで5尺5本。はい、イエーイ。浮上中ですね、やっぱ。イエーイ。まあ、ちゃんと針ね、10のピアストレブルブルータルに入れます。まあ、もうそれでもこのギリギリなんで、結構僕針でかめにしてますもん、かけたいんで。意外に50ジャストぐらいですね。50ジャストぐらい。はい、本日5本目の5尺でした。極みコースがあるんですよ、この流れの、今この浮いてるとこあるでしょ。このエビモの流れを受け止める側、ウィードに際にこう行かせて浮かせるっていう、こういう動きされてこう行くってなると握られるんで、やっぱ焦らせよう思ったらちょっとこうやって先端絡めたらなるんですよ。こういう感じで、さっきからね反応してるのは実はこういうちょっと繊細な感じなんですよ。こういう感じでね、こう入れてここなんです。さっきからちょっと浮いてこへんとドキッとしますよね、もはや。そういう感じの釣りです。まあ、本来 160F ってこうやって使うものなんですよ。僕ウエイト張って沖で投げてることが多いんですけど、これね結構トップで出ない時のやっぱリカバリー力というか、風吹いててもそれこそ出ちゃうし、いやギルが水面に寄っていくってもう一番食いやすいやつじゃないですか。なのでまあこれリアリティがあるからついてきてくれますよ、今まで。例えばこれがハスがいっぱい絡んでるエリアとかやったら、坂本シャートとか250とか、まあ、そういうピンって跳ね上がっていくものに反応が良くなるんですけど、まあ、今完全にこの食い方見てる限りギルスね、間違いなく。あ、お魚いる。おくったくった。おっしゃしゃしゃ。足元に魚いるっていうことだ。くそ、そこにもおる。足元に魚いる思ったら食うてました。はい、やらかした。両方逃しました。はい、お疲れ様でした。楽しかったです。今日はまあ結果的に、まあ、沖の魚ね全然見つけれへんくて、まあ、本来自分がやりたかったシャローで、まあ、ギルネストパターンっていう形ではめ込んでいきましたけど、まあ、この先はおそらくインサイド側の水がね、まあ、7月8月になってくるとどんどん高水温化してきて、まあ、魚も沖に出ていってってなるんですけど、基本的にまあ僕が今日やったような結構もう探し回って、まあ、結局群れにどっかでバンって当てるって、まあ、こういうプロセスっていうのは、まあ、たまたま今日答えがシャローだっただけで、沖側で途中で起こる可能性もあるし、暑い場所暑い条件っていうのをその日に捉える、これが実は琵琶湖でドカッとする一番大事なとこかなと思います。ありがとうございました。いただきます。